少佐、ソコロフはすでに要塞へ移されたらしい。だがそれはグラーニンがそう言っていたということだろう。彼が欺瞞情報を流したという可能性も。いや、嘘ではない。そう言い切る根拠は？俺の勘だ。信じよう。グラーニンによれば倉庫の先の密林を進めば、その奥から山岳地帯に出られるということだったな。ああ、山岳に登れば山頂近くからグロズニーグラードの地下壕へ入れるらしい。まずは倉庫まで戻れ。グラーニンから渡された鍵で扉を開け、密林へ出るんだ。扉の位置は分かっているな。水路から来た時に通った扉のすぐ北だ。食料を食べるにはまずサバイバルビュアーボタンを押してサバイバルビュアーに入って、それからフードに入って食べたい食料を選んで決定ボタンを押すの。それで食べるを選べばその食料を食べられるわ。食料を食べればスタミナが回復するけど、どれだけ回復するかは食べ物によって異なるわ。スタミナがそれほど減っていないときは美味しいものは後に取っておくとか考えた方がいいわよ。かといってずっと取っておくと腐ったりするから、その辺はよく考えて。シギント、グラーニンが戦車に足をつけるという話をしていたんだが、どう思う？一言で言うならただの冗談だ。二足歩行そのものが技術的に恐ろしく難しいってこともあるが、それ以前に足を使って歩かせる意味がない。戦車に足をつければその分車高が高くなって全面投影面積が大きくなるし、安定性も悪くなる。悪路を走破するために足が必要だってことらしいが、それがそもそもよくわからない。無限軌道で十分だろう。そんなもん真面目に作ろうと考えるなんて頭がおかしいとしか思えんよ。そういえばアメリカにもそんな論文を書いていたやつがいたな。エマーソンだかハインリヒだかよく覚えてないが、そんな名前だった。もちろん誰もまともに取り合わなかったけどな。スネーク、博士の異常な愛情、または私はいかにして心配するのをやめて水爆を愛するようになったかって知ってる？え？博士の異常な愛情よ。知らない？いや、知らないな。正気を失ったアメリカ空軍の司令官が水爆を積んだ爆撃機をソ連に向けて出撃させてしまうブラックコメディよ。あまり笑えそうにない。ストレンジラブ博士を演じる俳優が主要な役を3役も務めているの。怖いのを通り越して笑ってしまうわ。今年の映画だからまだ見れると思うけど。その映画を笑える心境になったら試してみよう。俺はザ・フィア。その矢には黒毒シボグモの毒が塗られている。時期に耐え難い激痛が全身を襲うだろう。体は麻痺し、息もできず、やがて心臓が止まる。しかしそれでは面白くない。また死ぬな。ボスの教え子よ。貴様にまだ見たことのない本当の恐怖を見せてやる。俺の巣の中で。さあ、恐怖を感じろ。毒矢を受けたのね。矢に塗られた毒が回っているわよ。そのままにしておいたらライフがどんどん減っていくわ。早く治療して。サバイバルビュアーのキュアで血清を打つのよ。血清を使えば毒は治せるけど、矢傷を治療するのも忘れないでよ。矢傷の処置はナイフ、止血剤、消毒薬よ。ナイフを使って矢を抜いて、
止血剤と消毒薬で傷口を処置するの。全ての処置をすれば矢傷は完全に治るわ。さあ早く治療して。ザ・フィアーはステルス迷彩と呼ばれる迷彩で姿を隠すらしい。だが完全に存在を消せるわけではない。よく見れば必ず見つけられるはずだ。物音や草の揺れ、木から落ちる葉に注意しろ。奴を見つけて素早く狙い撃つんだ。ザ・フィアーは毒矢に黒毒シボグモの毒を使っているのね。黒毒シボグモは世界で最も強い毒を持つと言われている毒グモよ。強力な神経毒だから、ザ・フィアーの毒矢を受けたらすぐにサバイバルビュアーのキュアで血清を注射していいわね。スネーク、ザ・フィアーはステルス迷彩とかいうものを使うって話だ。実際どうやっているのかは知らんが、とにかく周囲の光の屈曲率を変えて姿を隠すということらしい。まさに最強の迷彩だ。奴の姿を見つけるのは簡単じゃないぞ。だが弱点がないわけじゃない。ステルス迷彩はスタミナを著しく消耗するって話だ。奴のスタミナがなくなれば迷彩の効果もなくなる。そこを逃すな。ザ・フィアーのステルス迷彩はスタミナを激しく消費するという話だ。スタミナを消耗したら奴も食料を探すに違いない。その時がチャンスだぞ。手持ちの食料を投げて奴を罠にかけろ。クレイモアや TNT を設置した場所やトラップの近くに奴を誘い込むんだ。毒や腐った食べ物を食べさせるのもいいかもしれん。食料を武器として活用するんだ。そのエリアにいるアナウサギは黒毒シボグモの毒に対する抗体を持っているらしいわ。多分ザ・フィアーが毒矢を試し撃ちしているうちに免疫を持つようになったんでしょうね。そこにいるウサギをキャプチャーすれば血清が手に入るわよ。血清がなくなったらウサギをキャプチャーして。ステルス迷彩を使っても実体を消せるわけじゃない。センサーをうまく使えば奴の居場所がわかるはずだ。動体探知機やアクティブソナーを活用してくれ。サーマルゴーグルを使うのも有効だろう。奴の矢は銃やナイフで叩き落とすことができる。避けられそうになかったら撃ち落とすんだ。矢傷の処置はナイフ、止血剤、消毒薬よ。ナイフを使って矢を抜いて止血剤と消毒薬で傷口を処置するの。全ての処置をすれば矢傷は完全に治るわ。ザ・フィアーはリトル・ジョーとウィリアム・テルという2丁のボウガンを使うらしい。リトル・ジョーは近接戦闘用のボウガンだ。威力は弱いがリロードは速い。対するウィリアム・テルは長距離用ボウガンだ。リロードは遅いが威力は大きい。注意してくれ。俺が見えるか。腹が減った。待つ。恐怖だ。見えたぞ、恐怖が。グラーニンによれば倉庫の先の密林を進めばその奥から山岳地帯に出られるということだったな。ああ、山岳に登れば山頂近くからグロズニーグラードの地下壕へ入れるらしい。まずは倉庫まで戻れ。グラーニンから渡された鍵で扉を開け密林へ出るんだ。扉の位置は分かっているな。水路から来た時に通った扉のすぐ北だ。スネーク、その辺りにはイチゴや毒ガエルが生息しているわ。イチゴや毒ガエルは中南米の熱帯雨林が原産のカエルよ。普通は2センチから5センチくらいの大きさらしいんだけど、そこにいるのは何かの理由で巨大化しているみたいね。イチゴや毒ガエルはプミリオトキシンと呼ばれる強い神経毒を持つことが知られているわ。昔の人はその毒を矢に塗って。知ってる。どうして？聞きたいか。分かったからいい。その辺りにはやたらトラップが仕掛けられてるらしいな。しかも妙に穴黒な。ああ、だがここは奴らの領内だろう。どうしてこれほど多くのトラップが仕掛けてあるんだ？戦術研究の一環かもしれないな。戦術研究？ああ、知っての通りソ連は世界各地の共産勢力の革命戦を指導している。だがそうした国には十分な資金や工業技術のない国が多いんだ。
だから安上がりで効果的な戦術が必要になる。そのための研究を。ああ。その手の戦術としてトラップはうってつけだからな。その実地試験を行ってるってところじゃないか。鳴子や弓や振り子などのトラップはロープに力が加わると作動する罠だ。ロープに触れさえしなければ問題ない。ローリングで飛び越したり歩幅でくぐり抜ければ大丈夫だろう。もしトラップに引っかかって矢とかトゲのついた振り子が飛んできてもすぐにその場を飛び抜けば避けられるはずだ。落とし穴やスネアは見破られないよう地面をカムフラージュしてあるようだな。だが注意深く見れば偽装は見抜けるだろう。ストーキングで進むのもいいかもしれない。とにかく罠が仕掛けられていそうな場所では地面をよく見ながら慎重に進むようにしてくれ。